水道橋の YMC で会ったのが最初のきっかけでした。教会としてビジョンが与えられて、エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てに同時に商人になっていくということが教会のビジョンだったんですけども、その時に地の果ての宣教というのはどこに行けばいいのかなと、祈り求めておりました。カンボジアとかペルーとか、今日もペルーの宣教師の園田先生も来てますけども、でも日本人としてどこに行くべきかなと祈る時に、世界にある未伝道種族が3000ぐらいあって、そして誰もやろうとしてない部族が3000以上あって、その大部分がインドにあるということを聞いたので、そういうことをお話を聞きにアン先生とお会いして、次の年に2008年でしたけど、アン先生を頼って単身インドのデリーに決まりました。そこで、2008年の8月の終わりに、皆さんもメールでチェーンメールで受け取ったかもしれませんが、インドのオリッサ州で大規模な迫害がありました。何千人の人が山に逃げ、百数十人の人が殺されたんですけども、その迫害の1ヶ月後に私が初めてインドに行って、そしてその現場を、オリッサには行かなかったんですけども、現場から逃げてこられた牧師先生と一緒にカンファレンスを受けました。そしてそのカンファレンスは月曜日から火曜日ぐらいからだったと思いますけれども、私が非常にドキドキしながら、本当に迫害があったのかな、なんか結構ショッキングなメールだったので、本当にあったのかなと思って後ろに振り返ったら、そのオリッサから来た牧師がおりました。そしてオリッサで迫害があるって日本ではチェーンメールみたいに回ってるんだけど、本当にあれあったのって言ったら、あったって言うんですよ。僕のシャツはこれともう1枚しか持ってないのってこと言われてですね。そして、本当にそういうことがあったんだと思いながらも、そのインド全体のカンファレンスでは全くオリッサの迫害のハの字もなかったんです。1日経っても2日経っても3日経ってもですね。で、なんでですかと、日本だったら最初にみんなで読み入りしましょうみたいな話が出てくると思ったんですけども、主催者の先生に、先生、迫害があってって聞いたんですけど、なんでみんなでそのことを覚えたりしないんですかって聞いたらですね、いや、迫害があるっていうのは、ね、神様が働いてる証拠なんだよ、迫害が起きてないことの方がもっと問題だろうって言われたんです。迫害すら起きない部族や民族がこのインドにはたくさんある。そのために私たちが集まってそこに福音を述べ伝えていかなければこの国は救われないとスパーッと言われてですね、私のものの考え方が完全に変えられました。問題があることが問題じゃない、問題すら起きない。今日本では無牧の教会、高齢化の問題、後継者がいない問題がありますけども、そういう問題すらない教会のないバチバチムラムラがいっぱいある。そういうこのために日頃から労しておられるアン先生は、私は私のこの知る限りなんですけれども、現代のパウロのような方だなっていつも思っております。本当に情熱と、そして現実的に、そして着実にインドの未伝道種族を一つ一つしらみつぶしに宣教し、教会開拓をしている。本当にいつも日本で生ぬるくなるといつもインドに行って、その先生の熱さをいつももらいに行くんですけれども、そういう先生を今回お迎えして、このしかも秋田県の大館というこの場所で、このカンファレンスができることも主の不思議な導きだなと思っております。それではアン先生をですね、心からの拍手を持ってお迎えしたいと思います。Welcome, Pastor An, please come forward. Thank you. It's very important for the missionary to contextualize the life and the lifestyle. 宣教師にとってはですね、その国の文化や文脈に適応していくということは非常に重要なことです。I found out that my leader, Pastor Reverend Yoshihari, didn't wear the tie, so I want to contextualize myself. 早速ですね、この通訳者がね、ここで通訳のネクタイをしてないことを見てですね、私も外させていただきたいと思います。I'm a Japanese now. そして今日本人にようやくなりました。This is always my
honor and joy to work with our pastors and church leaders. いつも私はこのような日本の先生方と共に主にお仕えできることを本当に心から感謝していますし、誇りに思います。Because we are saying disciple of Jesus Christ and that we are servants of God, serve the church and work for the glory of God. なぜなら私たちはここにいるすべてのものがイエスの弟子であり、イエスの教会に仕えるものであり、本当にイエスの御心を行うものだからです。Just like Apostle Paul says, Romans chapter 15, said it's not about me, it's not about my work, how much I accomplish, it's rather it's a story about God's work, how much He did it for us. それはローマの15章に書いてある通り、私たちの問題じゃない、私たちじゃないの、すべては神なんだ。神から発し、神によって神に至るんだ。そして本当に神様が崇められるべきお方なんだ。その心です。Our pastor just now introduced, he's working in the prefectures, the Christian population less than 0.1%. Actually, most of our work in India, the areas, districts, mostly Christian population is less than 0.1%. So we are working in the same context. Very difficult to share the gospel. 今、通訳者が紹介してくださっていますが、私も 0.1% ぐらいのクリスチャンパーセンテージしかないところで使えております。それは本当に日本と同じような文脈の中で私も主に使えております。But always remember that our Lord Jesus told Paul, don't be silent because there are many chosen people in this city. Go preach the gospel. So many times we are discouraged because when we face the oppositions and rejections and persecutions, we are about to give it up. Yet our Lord Jesus Christ saying, there are many people who are chosen in Japan, many people are chosen in Korea, many people are chosen in India. Don't be silent and keep preaching the gospel. しかし福音を語ることをやめてはいけないとパウロは伝えています。このためにも私の民がいるから、たとえ人数が少なくても本当に黙ってはいけない。いつも主の前に主の福音を語り、この日本においても韓国においてもインドにおいても主が用意してくださっている主の民がいるんだという確信を持って私たちは福音を伝え続けていかなければいけません。Jesus never asked us to be successful, rather he asked us to be faithful. イエス・キリストは決して私たちを成功者になりなさいとは言われていません。成功することではなくて、faithful、従順に誠実にお従いしていくということです。Jesus never asked us to be effective, efficient like American preach. Jesus asked us to be truthful to Him. イエス・キリストは決して例えばアメリカのような何かすごく用いられるようなそういうすごい技をしなさいと言ってるんではなく、そのtruthful、真実にそのことを行いなさいというふうに命じておられます。John chapter 15 verse 5 on, Jesus said, if you abide in me, my word abide in you, then ask anything that it will be given to you. You will bear the fruits. The fruits will be glory to God, and you will be my disciple. So He asked us to abide in His word, abide in His spirit. Then Jesus will bear the fruit, not us, not our strategy, not our method, not our tools, not our talents, not our education, but Spirit of Jesus will bear the fruit in us. That is the promise. ヨハネの15章5節に記されている通り、イエスがブドウの木であって私たちはイエスにつながるときに実を結ぶことができるんだ。イエスの御霊が、イエスの力が、イエスがそのような実を結ばしてくださって、その実を通してイエス、神様の栄光が表されている。それは私たちではなくて神がなさる技なんだということを覚えなければいけません。I know you have a personal dream. I know you have a personal vision. In fact, this church, our Mori, also has a visions, and pastor has a long-term plan and short-term plan. In fact, most of the organizations, they have a plan, they have a vision. 皆さんももし何か個人的にビジョンが終わりかもしれません。皆さんの教会にもビジョンが終わりかもしれません。多くの宣教団体やクリスチャン団体はそれぞれの戦略とかビジョンがあるかもしれません。しかし、それが問題じゃないんです。But most of personal vision die when the person dies.
なぜならばそれはその人が死んだらビジョンが一緒に死んじゃうことが多いからです。 Most of church vision die when the senior pastor move out from that church. 例えば主任牧師が他のところに移ってしまったらその教会のビジョンもなくなってしまうのです。 But what kind of vision is worthy of giving our life for it and commit my life, my family life for it? じゃあどのようなビジョンが私たちの人生を本当にもうそこに投じることができるのか、また私の家族をそこに投じていくことができるんでしょうか。 Every great history is started by the visionary. すべてのこの歴史はそのビジョナリーなこのビジョンの人から始まっています。 But when visionary die, there is the new guy comes up with a new vision. しかしそのようなビジョナリーなビジョンを持っている人が死んでしまったら他のビジョナリーな人が現れてその人が歴史を作り始めていきま But す。 have you ever asked about what is God's vision? Eternally, never change. Yet our Lord Jesus Christ Himself gave His life to fulfill that vision, God's vision. しかし私たちは今まで質問したり聞かれたことあるでしょうか。決して永遠に変えることがない神のビジョンは何でしょうか。一人の人が死んでもねずーっと続くような神のビジョンが、そして神がそのためにイエスを投資し自らを投じたそういうビジョンは何なのかということを考えたことあるでしょうか。 What kind of vision is worthy of giving your life for it and live for it and die for it? どのようなビジョンが私の人生を全て捧げるに値するんでしょうか。私の人生を全てお捧げしお仕えしていくに値するビジョンはどのようなものなんでしょうか。 Not the somebody, great and a successful pastor stream, not the great organization stream, but the God's visions and God's plan, in fact, is worthy of giving our life for it and live for it and die for it. それは何かある一人の素晴らしい牧師のビジョンでもある教会のビジョンでも何かの宣教団体のビジョンでもないんです。神のビジョンが私たちの人生をかけそのために生きそのために死んでいくことに値するビジョンなんです。 Because God guaranteed that He will fulfill His vision, His plan, and His will at the end. なぜならば神ご自身がその神のビジョンを完全に達成すると約束し保証しているお方だからです。 Have you, ever thought about my personal dream may fail at the end? My personal ambition, my vision maybe fail at the end. But when I obey the God's vision, embrace God's vision as my vision, then I'm winning side all the time because God will fulfill His vision. I'm part of His winning vision. I will never lose. もし皆さんが何かビジョンを持ってもそのビジョンが失敗に終わることがあるかもしれません。教会のビジョンを持っても教会のビジョンが失敗に終わるかもしれません。しかし神のビジョンを自分のビジョンとして受け取りそこに自分の人生をかけて生きるならば神ご自身がそのビジョンを成し遂げてくださいと約束されているのです。 God showed His vision through prophet Habakkuk says, Habakkuk 2:14 says, as the waters cover the oceans, the knowledge of glory of God, the glory of God will cover the whole earth. 神様のビジョンというのはその当時のその預言者を通して私たちに示されます。ハバククの2章14節にこのように書いてあります。 God's vision, God says, is a coverage vision. 神様の栄光は海が水で満ちるように神様の地は主の栄光を知ることで満たされる。これを神様のビジョンはカバレッジビジョンというふうにここでは呼んでいます。How God Father defined the world. Revelation 7:9, God shows what will happen at the end when He fulfilled His vision. He says the countless multitude will come from all the nations, all the peoples, all the tribes, all the languages. 神様はこのハバクク2章14節の水が海で覆われるということをどのようにビジョンが達成されているのかということを描いているでしょうか。それは黙示録の7章の9節にこのように書いてあります。その後私が見た身をあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持ってミザと子羊の塔の前に立っていたというふうに書いてあります。So I'm, covering your material here.
今この、皆さんのお手元にあるテキストに従って今、セッションしてますので、この、聖書の箇所などもここに、本文は載ってませんが箇所が書いてあるのでぜひご参考にしてください。 In Habakkuk 2:14, God says He will cover the whole world, whole earth, with the glory of God. Revelation 7:9, when God's vision is fulfilled, the countless multitude, means so many people will come from all the nations, all the peoples, all the tribes, all the languages. This is the composed of the world. The world is composed of nations, peoples, and tribes, languages. He want to cover every people. There will be no exception. Every nation, there will be no exception. Every tribe, every language, not even single one is missing. Countless people, believers will come from all of them. This is God's promise. そのようにこのハバクク2章14節に水が海を覆うようにというのはこの地球を構成している、国民、人々、また部族、そして言語部族、それは例外なく全てのたとえ少数部族でも一人でも神様の例外なくあらゆる国民にこの黙示録には書いてあるように数えきれぬほどの大勢の群衆が主の御前に立つというのが神のビジョンの成就であります。So there's a God's promise, God's vision. This is a fulfillment of God's vision. Revelation 7:9. In between, what is God is doing that? このハバクク2章の14節がビジョン、このようになります。そしてこの黙示録の7章9節がビジョンの達成、そういうふうになりますというこの間に神は現在も何をされているんでしょうか。 When you read Revelation 5:9, Jesus said He is purchasing the people from every nations, every people, every tribes, every languages, and then bring them to God Father, make them the kingdom, make them the priest to serve God. この黙示録の5章9節にはあらゆる部族、あらゆる国語、民族、国民の中から神のために人々を買い戻し、その人々を神様の王国に仕える祭司としてお使いしになったと。それが今なされていることです。Think about that's what Jesus is doing right now. He's purchasing the people with His blood from all the nation, all the people, all the tribe, all the language. Then what as a church we should do as a body of Jesus Christ? What should we do as a church? Because Jesus is a church, we are the body, means whatever Jesus did it, we will do. Whatever Jesus is doing, that's what we'll do, right? このようにイエス・キリストが人々を買い戻し、そして私たちを教会とするわけですが、そのイエスの教会はイエスがしているように私たちもする。イエスがやっていることを私たちもする。そのようにしてイエスが成し遂げようとしていることに従順に従っていくのが教会であります。So Jesus already defined His mission in Revelation 5:9. He will purchase the people from all the nation, all the people, all the tribe, all the language with His blood. That means Jesus right now He's purchasing the people from Japan as a nation, Japanese, not only one Japanese here, Chinese here, Middle Eastern is here, Korean is here, all the tribes, not only one language in Japan, there are many languages because there are so many, the Saudi Arabians here, Iranians here now in Japan. So more people, more languages here, but God promised right now through the church in Japan, He's saving the peoples with His own blood right now in Japan, not only Japan, India, all over the world. That's what He's doing through the church. Purchasing the people, buying the people, saving the people with the blood of Jesus Christ from all over the world. イエス・キリストの十字架のあの血を持って人々を買い戻し、それは日本人、サウジアラビア人、あらゆる国民、あらゆる部族、民族からイエス・キリストの十字架の血によって買い戻し、一つにし、教会とし、そして祭司として王国に仕えるようにし、そのようにして神様のビジョンを達成に至らしめようとしているのです。Then why God doesn't want to cover the world, all the nations, peoples, tribes, languages with the glory of God, with the blood of Jesus Christ? Why? なぜ神はこのようにして全ての民族、国語、部族に神の栄光を知ることで満たされるというふうに約束されるんでしょうか。なぜでしょうか。 First, because God's love.
John 3:16, God so loved the world, God so loved all the nations, all the peoples, all the tribes, all the languages in the world. He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Because of God's love, He wants to save all of them. なぜならそれは私たち、神様が私たちを愛してくださっているからです。ヨハネ3章16節にあるように、神がその一人子をお与えになったのに、この世というのは全ての国民、部族、国語全てが含まれるということですが、愛されているがゆえにご自身の一人子をお与えになり、その血をもって贖い買い戻し、神様の栄光を表す民と変えようとしているのです。In fact, in Mark chapter 3, verse 13 and 14, 15, Jesus elaborated a little bit more about the love. He had the compassion on the people who are suffering because there are no shepherd among them, no carers among them, no pastors among them, no churches among them. People are lost. They are suffering. At the end, they are taken into hell. That's why Jesus had compassion on every nation, every people, every tribe, every language, more than just love. Because He knows the situation, condition of the people. He had a compassion on them, broken-hearted for every single soul in Japan, every single soul in all over the world. イエス・キリストはその村々町々を巡っている時に、人々が羊飼いがいない羊のように弱り果てて倒れていることを見て憐れまれたと書いてあります。同じようにイエス・キリストはこの日本の現状を見て、本当にその失われた魂のために憐れみの心を持ち、本当にその深い憐れみを持っておられるがゆえにイエスを使わし、このビジョンを達成しようとしているのです。And then Jesus already promised that He will fulfill His vision. First thing is Luke chapter 4 verse 18 through 21, especially Luke chapter 4 verse 21 says, this prophecy regarding me is already fulfilled. The people who are poor in the spirit, people who are in sickness, they already has a God's favor on them. Jesus will go to them. Jesus will preach the gospel to them. Jesus will heal them. Jesus will deliver them from the Satan. So prophecy of God's vision already fulfilled. Because our Lord Jesus Christ here, He is the one who executed God's vision. He will be the one who fulfilled God's vision. He is doing it through the church of Jesus Christ right now throughout the world. イエスはそのビジョンを実際にこの地上にもたらすそのことが福音書に記されています。マタイの4章のルカの4章のにもイエス・キリストはその町にある悪霊や病気を癒し、本当に神様の御国をその地にもたらしていくその働きをなされました。そのことを現代においてはこの地域教会を通し、キリストの体の教会を通してその地域に神様の御国を実現させていく、神のビジョンを実現させていく、それが今日主がなしていることです。We're asking that whether God's vision is fulfilled in Japan. 本当に神様のビジョンがこの日本において成し遂げられていることを求めていきたいと思います。What do you think? それに求めていらっしゃるでしょうか。 Fulfilled? Yes. 求めてますね。成し遂げられると思いますか。Is every Japanese they heard the gospel of Jesus Christ? すべての日本人の国民の民がイエスの福音を聞くこと。They know who's Jesus, what Jesus did it for them, and what Jesus offered to them. イエス・キリストが誰なのか、イエスが何をしたのか、イエスが何を求めているのか、イエスの福音をすべての日本の民が聞いているでしょうか。 Not yet. まだですね。まだ成し遂げられていません。I brought more than 3,000 college students from United States, Singapore, Hong Kong, and Korea. We visited 1 million families in Japan, Tokyo, year 2000. Many of them, most of them rejected Jesus. They said they don't care, they don't know Jesus Christ. So His vision is not fulfilled in Japan yet. 2000年のことですけれども、私はその大きな短期宣教師3000人だと思いますけど、3,000? Yeah, year 2000. Yeah, 3,000. 2000, yeah, 3,000. 3000人の学生がアメリカやシンガポールやいろいろなクリスチャンの学生を連れて日本のその10万件に訪問して福音を述べ伝えました。しかしそのうちの大勢の人々はイエスの福音を拒絶し、自分はいらないというふうに拒絶されました。ですからまだイエスの福音がこの全てに明かしされていることは成し遂げられていません。But Hebrews chapter 8 verse 11, Jesus says, someday you don't have to
tell them about Jesus Christ, because someday every Japanese will learn about Jesus Christ. They know about Jesus Christ. Although may not everyone believe in Jesus Christ, they heard the gospel, they understand the gospel of Jesus Christ someday. So you don't have to teach others know Christ, because they already heard the Christ, they already know the Christ someday. しかしヘブルの8章にはいつの日か全ての国民がイエスのことを知るということが約束されています。信じるかどうかは分かりませんけれども、少なくともイエスのことを知り、イエスは誰なのか、イエスは何をしたのか、そういうことが記されています。それが私たちの励ましです。Unfortunately, most of our pastors and missionaries, we follow our own judgment, our own assessment, assumptions, our own vision and plan. 本当に残念なことなんですけれども、多くの教会や宣教師や宣教団体は自分たちの調査や自分たちの、前提や自分たちのこの枠組みの中で、物事を見ようとしてしまいます。So most of you Korean missionaries, I ever faced, Japan will not many people believe in Jesus. We cannot plant many churches. American all left already. Many of my, Southern Baptists, my good old friends, they left Japan and say no hope. And many of the mission, they closed down their mission office here in Japan because so costly, not much fruit. So it's not cost effective. That's the first value of America. So it's not cost, effective. So we'll move out and go to the place where we can, we can have more, fruits with the less budget, less money. So Japan is like abandoned. ですから例えば韓国の教会、アメリカの教会もそうです。本当に日本に一生懸命やってもなかなか実がならない。ですから多くの、韓国人も私の長く知り合っている、アメリカのサザンバプテストの宣教師もみんな撤退いたしました。それは、日本にはお金がかかるのに実が少ない。本当にその効果性ということを考えると非常にこの効果が薄い。ですからアメリカの文化には特に効果が大事な部分もあるので、こういうところは早めに撤退してもっと、有効なお金の使い方がある国に宣教師を派遣した方がいいと言って、そういうこの前提やその、調査の結果、日本はあたかも見捨てられたかのように多くの働き人が去っている国です。But Jesus faced the same challenges because a disciple believed there are not many believers who will be there, and not many people respond to the gospel in Samaria. This is why Jesus said he intentionally planned to go through Samaria, and then he shared the gospel with one woman, and woman brought the whole village people to Jesus Christ. 実はでもイエス様もそういう同じようなチャレンジを経験されました。弟子たちもそういう彼らの前提がいくつもありました。例えばそういう中で意図的にイエスは弟子を連れてサマリアの町に行きました。サマリアの町から人が救われないというそういう前提があったんでしょう。しかし一人の女性をサマリアでイエスに導いた時に、その一人の女性は町の人をイエスに連れてくるようになっていきました。それにしてイエスも同じ戦いをしていたのです。Disciples' perspective, this is Samaritan is a helpless, so they went into Samaritan village, they bought a lunchbox and brought to Jesus Christ. While Jesus shared the gospel with the one woman, and she brought the whole village people to Jesus Christ. Jesus knew that so many people in the Samaritan village are ready to believe in Jesus as a Messiah. The disciples believe there are not many people who believe, so they just brought the food from Samaritan villages to Jesus. And the one woman, Jesus shared the gospel, saved one lost woman, and she brought the whole village people. So whose vision was right? See, Jesus' disciple perspective regarding Samaritan, there's hope, no hope. It's not ready. Yet Jesus worked faithfully. Jesus brought one woman from the village. He won one woman, and one woman brought the whole village to Jesus Christ. Jesus won the whole village to himself. そのサマリアにおいては弟子たちの前提はおそらくここにはそんなに収穫というかそもそも宣教するということも考えてなかったかもしれません。そういう中でお弁当やそのイエスの食事を買いに行っていました。イエス・キリストがその一人の女性に話している間に彼らはそういうことをしていました。しかし一人のその女性がイエスに出会い、イエスに出会った時に町の人々をイエスに連れてきました。イエスのその町に対する見方と弟子たちが見ているその町の見方、どっちが正しかったんでしょうか。
弟子たちはそのようなないと思ってましたが、イエスはある、町が来るところと見えておられました。そういう目でイエスはサマリアに意図的に行かれました。 Again, same thing repeated before he sent out 12 disciples. Matthew chapter 9, verse 35, 37. So Jesus said, you said the harvest time is ready, but it's ready. You said there will be, no harvest. Harvest is plentiful. Before he sent out 70 disciples, again, Jesus said, there are harvests are plentiful, but the workers are few. When Jesus' disciples said, oh no, everybody reject us, Lord. We're not going to believe. Jesus said, no. There will be plenty of people ready to believe it, ready to follow. And Jesus sent them out, and then all God, he brought the exciting story. Oh, Jesus. You have seen this one. Whenever we went out, demons are cast out. People got healed. So excited about what the result was. Before, he didn't believe them. They didn't believe. When Jesus said, harvest is plenty. When you go out, plenty of people will believe in Jesus. Plenty of people receive the gospel. Don't worry, go. When they obeyed, they went out. Their perspective changed. Their worldview changed. 同じようにイエスが12の弟子を使わした時も72の弟子たちを使わした時も収穫が多いと言われました。弟子たちは、収穫はそんなにないと思いますよイエス様と思ったと思うんです。しかしイエスは収穫が多いと言いました。そして実際にその御言葉に押し出されて出て行った時に悪霊を追い出し病を癒し、その町で大勢の人々がイエスに立ち返るということを弟子たちも経験して生きたんです。そのようにこのイエスには見えているその視点でその収穫が多いが働き手は少ない、そこに立って歩んでいくことを弟子たちが訓練されました。 With God's vision, Jesus changed the worldview of his disciples. Look at the world view as the harvest field. ですからこの神様のビジョンを持つときに神の眼差しで宣教の場所を見る、収穫が多い、神様がそこにもう働きをしようとしている、そういうものの見方で私たちの宣教地を捉えていきましょう。This worldview will change the way we're doing things. According to Jesus' worldview, this world is a harvest, God's Father's harvest field, and the harvest is ready and plentiful. ですからもし私たちが神様の世界観でこの日本を、この場所を見るならばどうなるでしょう。収穫が多いというふうに見えるようになります。ですからこの収穫が多いなという前提に立って私たちの働きを始めていくようになるでしょう。And then Jesus wanted to change the perspective of his disciples. Harvest is ready and plenty because they never believed that Jesus said go and obey and go and do it. They saw the harvest was plentiful. Countless multitude from Jerusalem, Samaria, and all over the Eastern Europe and the Western Europe and Asia Minor. They came to know Christ. So many people, multitude, they start coming to church, and church was formed in every corner. And that's why Romans chapter 15, the Paul claimed there is no more place to work. Why? This is God's, the glory of God, the gospel of Jesus Christ, and church of Jesus Christ. Workers are already covered. Fill those regions. There's no more empty place. So God's vision fulfilled. イエスはそのように弟子たちの世界観を変えようと試みておられました。そのためにイエスはそのようなことを分かち合うだけじゃなく弟子たちを実際に使わせていきました。使わせていった現場で収穫が多いんだということを体験させていきました。そのようにして弟子が弟子を生み出し、そしてもうローマ人の手紙の15章に来るときにもうパウロがそれ以上働き場所はないほどに福音が述べ伝えられていっている。それはこの教会の中にも弟子が生み出され、またエルサレムやそのさまざまな教会でミドルイーストの中東近郊においても教会が生み出されて福音がもう述べ伝えられてしまっているという状態をパウロはローマに描かれています。そのようになっていくのです。I'd like to ask you, what is your worldview? What do you see the world? ですから皆さんに今日お尋ねしたいと思いますが、皆さんはどのような世界観、ものの見方を持っていらっしゃるでしょうか。 How do you view the world? 皆さんはどのようにこの日本を見ていらっしゃるでしょうか。It's very interesting. Some medical doctor comes to India. They see every, medical doctor see every one of them is a patient and hospital. And the businessman came.
then always see there is a marketing opportunity in India and what he can sell. So, each one has his own worldview. But Jesus' worldview, God's worldview, see the world as a God's harvest field, as a field for salvation. But what is your worldview? How do you view the world? 皆さんはこの日本の皆さん普段見ておられると思いますが、その風景をどのように見られるでしょうか。面白いことに、例えばインドの、お医者さんが例えばインドに行った時に、インド人を見た時に、その全ての人が患者さんに見えてくると、また全ての人が病院に来るような人に見えちゃうと、またビジネスマンが例えばインドに行ったとしたら、全てのこの人々がこの何か商売の相手かのように、お客様、顧客のように見えてくる。何を売ってやろうかなというふうに、このだんだんその自分の世界観で見えてくると。それは自分の世界観を投影して人を見るということですけども、そうならば皆さんはイエスの弟子としてどのような世界観を持ってこの日本の民を見てらっしゃるでしょうか。 Have you ever asked about what is God's vision for Japan? 皆さん今まで神様のこの日本に対するビジョンはどういうものでありますかと質問されたことはありますか。 One of the pastors, he was a prophet church in Japan. He said, Japan for Christ, Japan for the world. He saw the Japan. Nation for Christ, nation for the world. He was a prophet for Japan. ある日本の預言者的なかつてのクリスチャンが内村勘三ですが、日本はキリストのために、日本は世界のためにというふうに有名な言葉を発しました。それは彼はもう日本をそのように見ていたからです。そのような世界観を持って日本を彼はその当時から見ていました。 His vision for Japan, his perspective, worldview for Japan was identical with the Jesus Christ. Jesus want to make Japan as a disciple of Christ, save the whole world, all the nation, all the tribe, all the languages. That is God's vision for Japan. 日本を見たときに神様のビジョンは全ての日本の民が救われ、そしてこの世界にある全ての国民、部族、民族、国語にイエスの福が述べ伝えられていくために用いられる国になる、そのように日本人を見ていたのです。 More importantly, I'd like to ask you, what is your vision for God? そして皆さん、とても大事なことは、あなたのビジョン、神のために、神に仕えるものとしてのビジョンは何なんでしょうか。 What would you like to accomplish through your life, fulfill God's vision for the world, God's vision for Japan? この神のビジョンを実現するために、神の日本に対するご計画を達成していくために、皆さんは皆さんの人生を通して何を成し遂げたいと願っていらっしゃるでしょうか。 Acts chapter 26 verse 19, when Apostle Paul saw the vision from the heaven of living Jesus Christ, go Paul, I will send you all the Gentiles, all the nation, all the people, all the tribe, all the language. Go witness that you saw me, and whatever you see me, go witness that. Paul said, I obeyed the vision, and he went everywhere, preached the gospel, make a disciple, plant churches. Then I like to ask you, what is your vision? What are you obeying? What kind of vision are you obeying? パウロはその使徒の働きの26章以降で自分に神様がお与えくださったビジョンについて言ってます。あなたはこの違法の民と救い出し、彼らのところに使わす、彼らの目を開いて暗闇から光へというところですが、そのようにパウロは神様のビジョンを達成していくために自分はこのように使えるんだということをしっかりと持って証ししておりました。皆さんはどのように主にお仕えし、神のビジョンを実現するために用いられようとしているでしょうか。 I know you are a local church pastor and your job priority taking care of your believers, your church, but same as a mother, we 1 Corinthians chapter 11 verse 1, Paul says, as I follow the example of Jesus Christ, you follow my example. So we are follower of Apostle Paul, we are follower of Jesus Christ. And what was the ambition for Paul? Romans chapter 15 verse 20 said, my ambition is to go where there's no church, where there's no disciple, where there's no believer. That was his ambition. That's why he went everywhere, preached the gospel, make disciples, started churches. But what is your ambition? What is your vision for Japan? What is your vision for the world? 皆さん多くの方々は日本に使える、日本の教会の牧師先生でもあると思います。それは日本
自分の教会のメンバーをケアしたり救いに導くということを日頃労されていると思いますが、そこに加えてどのようにしてこの神様のビジョンを実現するためにお使いになっているでしょうか。パウロは本当にローマの15章にあるように、もう全ての皆が述べ伝えられていないところに福を述べ伝えることを切に求めたと書いてあります。コリントにはそのようなモデルに従って歩んでいるということをパウロは告げています。同じように私たちも主に仕える弟子として神が私たちにこの道に求めているその、計画に従っていくということをどのように自分で掴んでいらっしゃるでしょうか。 One of the local church pastor in Scotland, his name is John Knox, was crying for the salvation of Scotland. He prayed and day and night for the salvation, evangelization, covering Scotland with the gospel of Jesus Christ, with the glory of God. And he said, "Give me Scotland or I will die." That was his determination. Obey the God's vision, cover every village, every city in Scotland with the glory of God, with the knowledge of God, with the churches. As a result of that, right now you go to Scotland, check every village have a church building. John Knox, Pastor John Knox. スコットランドのジョン・ノックスという有名な方がおりました。彼は主よスコットランドを与えてください、さもなくば主よというふうに主に真剣にお祈りしておりました。そのようにして神様の栄光は水が海を覆うように地を満たすというそのビジョンを持って全ての町々村々に教会をと、その結果今スコットランドに行ったらばそのようにまさになっている。全ての町々に教会が見えるようになっているので、そのようなビジョンを持っていらっしゃるでしょうか。What is your vision? 皆さんのビジョンは何なんでしょう。When you're called with God's vision, just like a John Knox, give me Japan or I will die. As he commit to God's vision for Scotland, commit to God's vision for Japan, means we go every village on foot, visit and share the gospel. Every single family will never miss even one. We preach the gospel, give it Jesus, start a church, make a disciple in Japan. Then God's vision for Japan will be fulfilled. ジョン・ノックスのようにスコットランド、日本を私に与えてください、私は死んでいきます、そういう意味は私は今度実際の足を持って全ての町々村々にあなたが導かれるように出ていきます。そしてイエスの福音を伝え弟子とし、そして教会を生み出し、そのようにしてイエスの福音を全ての町々村々全てのドアに伝えていく、そういう覚悟を持って歩んでいってらっしゃるでしょうか。Obeying God's vision, obeying God's will, obeying God's plan for Japan, going to one more village is better than your worship on Sunday 2-3 hours, exciting, jumping up and down in your church. Nobody got saved. But God, Father, heaven and earth, all the angels, saints in heaven will jumping up and down when you see the one lost soul coming to church. Which worship is better? You want to make angels and the saints in heaven jumping up and down, shouting, exciting? Or you yourself jumping up and down, only dust comes up, you shouting and nobody gets saved. Which worship will be better? かなり過激なことを言ってますけども、その私たち主の牧師としてどういうことを大事なこととして使えているでしょうか。日曜日の礼拝の人数が上がった下がった、一人来なくなった来た、そういうことで喜んでこの飛び上がったり沈んだりしていないでしょうか。もしや、まだ福音を述べ伝えられたい村に出て行ってそこで一人の人をキリストに勝ち取るでしょうか。もしそのような一人の人がキリストに導かれれば、天において御使いが、天の万軍の軍勢が本当に天で賛美をしている、本当に喜びながら褒めたたいている。しかし私たちは自分のことにあまりに集中しすぎて、自分の教会がどうなっているかということで飛んだり跳ねたりしている時にただの誇りが起こるだけなんです。どっちがいいことなんでしょう。 Jesus said, doing the will of God and completing is more important than the eating the food, and more important than the survival. John chapter 4 verse 3, Jesus said, doing the will of God and complete the will of God is more important than the eating the food, what to eat, how to live, all those kind of what we do for Christ is more than that. It's better than that. That's why Jesus commit, save one lost soul instead of go buy the lunchbox from the villages. He stayed, left out,
and the villages and share the gospel, save one lost soul instead of, having lunch. ヨハネの4章で弟子たちがお弁当を買いに来ている時に、私はあなた方の知らない食べ物がある、天の父の御心を行い、それを成し遂げることが私の食物だと言いました。食べ物を食べること以上に、それよりもイエスの御心、父の御心を行うことがイエスにとっては一番重要なことでした。そのようなこの生き方をイエスが全うされていきました。私たちはどうでしょうか。 Well, Jesus said, God Father says, obedience is better than the worship, better than the sacrifice. Just like the apostles obeyed God's vision from heavens, all of us as a brothers and sisters, as a co-worker of Christ, we better obey the God's vision, not our personal ambition, not our church ambition, not our organization ambition, but God's vision for Japan, God's vision for the world. As our Japanese, our prophet said, Japan for Christ, Japan for the world. I'd rather give my life for that vision. そのイエスのその神様の御心に従うということ、従順に従うということが何よりも大事なことなんです。それは、ここで、礼拝することも大事なんですが、その礼拝すること以上にと言いましょうか、神様の御心に従っていくということが一番大事なことなんじゃないでしょうか。それが神様のビジョンに従い、私たちがそこに神様のご計画を達成していくために用いられていく生き方です。In your note, there is the column says that, Lord, I will obey, make a covenant with God, said, I will give, commit my life, fulfill the God's vision. Once you write it down and sign it and keep praying day and night, Lord, give me Japan, I will die, and start going to every village and town, and through you and your church members, through your church, the God's vision will fulfill in your prefecture, in your city, and your town in Japan. この皆様のお手元のテキストの3枚目に一番上の四角のところに、自分の決意を書く欄がございます。私、何々は神のビジョンに従い自分自身を捧げ、神のビジョンを達成するために私の才能、仕事、人間関係、お金、影響力などを用います。それを通して神様が導く、私を通して、私の教会を通して、私の全てを通して生きなさいというところに行き、神様の福音を述べ伝えていく、そういうことに私は従いますというコミットメント、決意をここに書き記してください。 Once we commit our life to fulfill the God's vision by obeying the God's vision, we should make our long-term plan, which is our life plan until I die, until Jesus called us. How many nations, how many peoples, how many tribes, how many languages we will go, will preach the gospel, will make disciples, will build a church. We should make a long-term plan. 5 years, 10 years, 20 years, some young people like you, 30 years. もし皆様がここに決意を書いてくださったならば、その後、私たちはこの長期間にわたる現実的な実際的な計画を立てていくことが必要です。漠然とするんではなくて、自分は5年後にはどれぐらいのことを訪問したり計画し宣教するのか、10年、若い先生においては30年の計画を立てることもできるでしょう。そのようにして自分がこのしっかりとした長期のビジョンを立てることを励まします。 And we encourage every Indian church pastor make a life plan and long-term plan. そして私はインドにおいてはこのインドのワーカーたち、働き人たちに長い長期にわたる長期計画を立てることをやらせています。 Benchmark the year date, I say make a plan until 2050. そして、2015年までに、どれぐらいの家を訪問し、どれぐらいの村を訪問するか、宣教するかということをきちっとベンチマークを、作らせるんです。 Jesus, he had an intentional plan, systematic plan to cover every village and town in Israel where he was born, where he was sent. イエス・キリストは非常に緻密に計画を立てられました。イエスが生まれ育ったイスラエルという国を見ながら、どれぐらいの人数を育て、どのように派遣するのか、そのことをイエスはきちっと計画を立てられたのです。And Mark chapter 16 verse 15, Matthew chapter 28, 18 through 20, and Acts 1:8, Jesus made a long-term plan and global plan for his disciples. To cover all the nations, all the peoples,
all the tribes, all the languages, preach the gospel, make the disciples. イエス・キリストはマタイの16章などに、あるいは18章、そして使徒の働きの1章8節などにを見ると、イエスは長い期間における計画をご自身に立てていることが分かります。イエス様は、そしてグローバルプラン、世界における働きへと、イエスは最初から視野を持って計画を立てておられました。Who do you think you are? そのようなことを皆さんはなさっているでしょうか。 What do you think you are? 皆さんはそういうことをするでしょうか。Only one worldview, only one God's perspective for you and me. We are the chosen, appointed one for all the nations, all the peoples, all the tribes, all the languages. We are disciples of Christ. We are destined. We are called to cover the whole world, not just Japan, not just small prefecture. Change your worldview, change your perspective. Identify with Christ, obey and adapt His worldview, His perspective, because that is the truth. この御言葉によってこの聖書の世界観が私のものになった時、私の世界観が変えられた時に、私の人生がそのビジョンにコミットしていく。そして私たちはイエスに救われたということは選ばれたということです。その選ばれた民として神様が成し遂げようとしているこの世界内のご計画のために、私たちは神様によって用いられ成し遂げなければいけません。ただ単に自分の町や自分の国だけを考えることも小さいです。神様が世界内でしようとしていることに自分自身の計画を立て、そこに生きなければいけません。 Brothers, I know as a pastor, as a church leader, you already have a vision and plan for your church, because I just looked into some of the brochure pamphlet. I saw even this church vision is world mission to cover. But do you have intentional and systematic plan to cover all the nations, all the peoples, all the tribes, all the languages? 多くの教会は世界宣教のビジョンを掲げておらっしゃると思います。この教会もおそらくそうだと思います。しかし特に励ましお伝えしたいことは、そのことを現実的にやるということです。そしてどのように何カ国いつまでにどういうふうにやるのかということを計画を立ててやるということなんです。 I know all of our church in Japan commit to the world mission. 日本の多くの教会は世界宣教に献身していることを知っています。 But do you even know where are the people groups, languages is not covered with the glory of God yet? しかし皆さんは世界のどの部族がまだ福音を述べ伝えられ、誰もやろうとしてない未伝部族があるということを知っているでしょうか。そういうことを考えたことはないんじゃないでしょうか。世界宣教ということを漠然と考えなく、より緻密に具体的にそういうことを考えなければいけません。 Luke chapter 19 verse 10, Jesus said, I came to seek to save the lost. ルカの19章の中でイエスは失われた魂のために私は使わされてきたというふうに、人の子は失われた人を探して救うために来たと自らおっしゃっています。 And Jesus knew exactly where are lost people without gospel, without hope. That's where he went to it. That's where he was sending his disciple to save the lost people everywhere. イエス・キリストは漠然とではなく、明確にどこに失われた魂がいるのか、どこに失われた羊がいるのかご存知でした。ですからイエスはそこに行きました。また時には弟子をそこに派遣しました。そのようにしてどこに失われた魂がいけ、誰を使わすのかということを現実的に考えて行動されたのです。 There are about 1,300 people groups. There are no pastor, no single church, no missionary working among them. There are 4 of them here in Japan, mostly near the Okinawa, those islands. No pastor, no church, no missionary working among them. They are the lost among the lost. 実は世界には約3000の部族があります。それは誰もやろうとしていない。働き人も教会もそこに働こうとしている人すらいない。そういうこの部族が3000あります。そのうちの4個が日本の中にあります。その大部分は沖縄近辺にある部族だと言われていますけれども、そういう部族が世界に3000ぐらいあることをご承知ください。 All over Asia, there are about 600 unengaged, only people groups have no pastor, no church, no missionary. 600? Yes, 600. 600の部族においては、そのアジアの中でですね、600の部族は教会がない、また牧師もいない、働き人も誰もやろうとしていないアンリーチとアンエンゲージドピープルグループと言われています。
And the 1,300 people groups in the world have no pastor, no missionary, no church among them. そして3万1,300. 3000の部族が教会がない、宣教師もいない、働きもなされていないという部族なんです。Those are people like a Macedonia people say like, please come and help us. They are calling us. そのような人々はマケドニアの叫びをしている人々です。来て私たちを助けてくださいと叫ぶ声を上げている部族の人々です。God wants to fulfill His vision through our Japanese churches to cover and go to those 1,300 unengaged, unreached people baptized. No pastor, no church, no missionaries. 神様のご計画というのはそれらの誰もやろうとしない3000の部族に私たちを使わし、世界のクリスチャンを使わして神様のご計画をそこで成就していくことをご計画されているのです。I thank God, praise God, that many of Japanese pastors, like Pastor Yoshihari, 本当に神様に賛美を捧げるのは日本の何人かの牧師先生はそのようなことをしてくださっています。they went to those UUPG villages and towns and cities. They started church within just one day and 1 week. So many churches already started. Still, the church is going on. 日本の何人かの牧師先生がインドに訪問してくださって1週間の中で教会を実際に開拓し、そこで教会を生み出し、そして今もその教会が続いているということを私は知っています。そのようなことを日本の教会の先生もしてくださっていることを感謝申し上げます。Jesus said, don't worry, go without purse, without extra clothes, without extra shoes, go, because God will provide everything for you and me. イエスは弟子たちにも励ましました。心配しないで恐れずに行きなさい。財布も旅行袋も靴も履かずに行きなさい。必要なものは神がその現地で満たしてくださるから、とにかく出て行きなさいということをイエスは励ましています。It's a matter of obeying the God's vision. It's a matter of making plan and pray. Then Jesus said, I will do for you. そしてこの私たちが計画することも、私たちが実際に献身することも、それは全て祈りによります。One local church in Scotland, John Knox prayed, the Lord, give me Scotland or I will die. His plan was going to every village in Scotland and starting church in every villages. He fulfilled his vision. Now still we see the churches stand. ジョン・ノックスウェルがスコットランド私にください、様がましようと祈って、そして彼は具体的に実際に全ての町々村々に教会開拓をし始めました。それが今日も私たちがスコットランドの各地で教会を見られる理由が残っているということです。Then what will be our commitment today? What will be our life plan? Our church plan will be 私たちは covering Japan and covering the world. 日本に対してどのように主のご計画を成し遂げていくために献身するでしょうか、計画をするでしょうか。Whose vision? 誰のビジョンでしょうか。 God's vision. それは神様のビジョンです。 Whose will? God's will. 誰の計画、誰の意思でしょうか。それは神様のご意思です。Because God cares for every Japanese. God wants to save every Japanese. That's why we should go to every village, every town, every city, every prefecture, preach the gospel, make a disciple, plant church. Not because we can do, but because it's His will, His vision, His plan. Cover Japan with the glory of God. It must be done. 神様が日本の一人一人を愛してくださっている。それがゆえにその愛の上にイエスを送ったように、私たちもその町を行き、人々に福音を伝え、そしてイエスがしたように私たちもその技をこの日本で成し遂げていきたいと思います。そのようにして私たちがそれができるからそうするのではなく、それはなぜなら神様のご計画であり、神様のご意志であり、神様が私たちに力を与え、それを成し遂げてくださるお方だからです。I'd like to ask you right now, bow your head and pray about it. 今皆さんどうぞ目をつぶって、そして今主の前に目を閉じて祈っていきましょう。今本当に主、私は何ができるでしょうか。What should I do to fulfill the God's vision in Japan, in the world, through my life? 神様のご計画を達成していくために私はどのようにあなたにお従いできるでしょうか。今本当にしばらく祈りたいと思います。My plan, my dream must be bigger than, big enough to embrace the whole world, all the nations, all the peoples, all the tribes, all the languages. It doesn't matter how big you are, how much potential you are, how strong you are. It doesn't matter because our God says, don't worry,
Don't carry anything. Go. Then I will be with you. I'll provide everything. So God's promise is with us. 私たちの計画、私たちのビジョンは皆さんが思っている以上に壮大な大きなものにならなければいけません。それは全ての国を覆い、全ての世界を覆い、神様が今日成し遂げようとしている全ての国民、部族、民族、国語に届いていくようなものになっていくのです。それは皆さんが今そのような力があるからということではありません。神ご自身がそれを成し遂げ、神がそれを与え、そして私たちに出て行きなさいと言われる主がそれを成し遂げてくださるからです。そこに私たちは応答していく、そのビジョンを今主の前に求めていきたいと思います。So let's pray. 今祈りましょう。 Let's obey the God's そして主に従っていき Let's まし make ょ a う。 plan そ to して cover Japan, cover the world. どのように日本をカバーしていくのか、世界を覆っていくのか、一緒に計画を立てたいと思います。お祈りします。主よ、私を憐れんでください。主よ、私は本当にいかに自分自身のことにばかり集中しフォーカスしていたこと、今本当に思わされました。あなたが壮大な計画を持ってこの全地を見、私をも救いに導いてくださったにもかかわらず、いつの間にか私は自分のこと、自分の教会、自分の地域のことばかりを考えて、あなたの計画ではなく、私の計画、私のキャパシティに応じた私のできる範囲、そのようにしていつの間にか小さく小さく自分の信仰生活の歩みを制限しておりました。主よ、あなたはこの世界を見るときに地が海が水で満ちているように、神のこの全地は主のご栄光を見ることで満たされる、それは成し遂げられる。また主よ、収穫は多い、働き手は少ない、そのように見ていない自分がおりました。許してください。日本は難しい、日本は人が救われない、私たちがいくらやってもなかなか実がない、そんなにインドやサウジアラビアの人と比べればそんなに種をまいていないにもかかわらず、ちょっとやってすぐに反対されたから意気消沈しているものでございます。主よ、もう一度この時に主の前にひざまずき悔い改め、あなたの前に身を低くし、あなたに信頼してお仕えしていきたいと思います。
主に自分自身を捧げたその時の献身の思いをもう一度新たにし、主よ、この時代にこの国に対してあなたがなさろうとしている技に私を用いてください。私のビジョンはあなたのビジョンです。あなたの意志です。あなたがこの国、そしてこの国を通して世界に成し遂げようとしている技に、私のこの小さな人生をもあなたが用いてください。そしてそのビジョンを受け取っただけじゃなく、分かち合われたようにそのことを具体的に考える知恵を与えてください。漠然と祈っておりました。漠然となればいいと思っていました。しかし人間に与えると私に与えた知性を持っても、具体的に考え計画し、それをしていく実行する力を聖霊様与えてください。この最初のセッション、主が導いてくださったことを感謝し、一人一人の祈りに合わせてイエス様のお名前でお願いします。アーメン。 All of us, we must have our life plan to cover the world. So our life plan must be the global plan and the world plan. この私たちのその計画のことにありますけれども、それらは全ての領域を含まれていかなければいけません。それは同時にもう世界内のグローバルな計画となっていくべきです。Apostle Paul, at the end of his ministry and life as an old man, he said, going through you, Rome, church in Rome, I want to go to Spain. He still have a plan and vision, and he want to go to Spain. At the time, Spain was the nation, have no church, no missionary, no pastor. There was a people group, Spanish as languages. That's why he said he want to go. そのパウロ自身もその計画を、そのグローバルな計画を持っておりました。ローマ書の最後の方に読むと、彼は明確にスペインに行きたい、その一人の、人を通してスペインに行きたいということが描かれています。それはパウロも知っていました。スペインは教会がなく宣教すべき地だということを知って、彼は具体的に計画し、そこに行こうとしていたんです。 Brother, I'm about this, I was born in 1956, so I'm very young, but yet I'm still hungry for more nation. I'm still thirsty for more nation, Lord Jesus, at the end of the world. I want to go more nation, more country, more people, more language with the gospel of Jesus Christ. Send me. Every day I'm praying for globally cover every nation. Although I'm staying in India, I go to every village, every town, every city, UEPG, but yet my prayers goes toward end of the world. I make a plan to go, in fact. 私は1956, born on the 1956, July 4. Somebody made a movie out of it. Born on the July 4. 私は1956年生まれでございますが、私も依然としてその地の果てに出ていきたいと日々熱望しております。私がまだ行くべきところがあると、日本のインドにおいてはさまざまな未伝道不足に対して人々を派遣し教会開拓をしてきておりますけれども、決してそれに満足することなく、まだ私が行くべき地があるということを熱望して日々自分に鞭を叩いて主にお仕えしているものでございます。 But remember, Jesus said, Acts chapter 1:8 said, go to you Jerusalem, you country, Judea, before you go out to the world. So we make a long-term plan, but also we have to make a short-term plan to cover where we are right now. イエス・キリストがこの使徒の働きの一章8節で弟子たちに言いましたけれども、エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果て。エルサレム、ユダヤ、それは私たちの国です。そして地の果て、それがグローバルな計画ですが、グローバルな計画に行く、長期計画を立てると同時に短期的な私たちが今どこにいるのか、どこから始めるのか、私たちの国でどういうふうに始めるのかということを短期的な計画も立てなければいけません。Mark chapter 3 verse 13 through 15, Jesus went every village, every town alone, and sometimes with his disciples. He was initiating, he was leading. マタイの3章の13節以降にイエス・キリストはその町々に具体的にその弟子たちを派遣していくことが描かれています。そのようにしてイエスは短期的に弟子たちを12の弟子を派遣し、神様のご計画を成していくということをプランされました。 And Matthew chapter 10, 12 disciples, Luke chapter 10, 70 disciples. Before sent out those disciples, he sent disciples two by two where
he was intended to go. Where he planned to go, that's where he sent his disciples. Not praying, oh Lord, send me somewhere. No, he exactly knew where to send his disciples. He exactly knew where the villages have never heard the gospel. He exactly knew which are the prefecture have no church. That's where he sent his disciples. He has a systematic plan. He has an intentional plan. Cover every village, every town, every city with the gospel of Jesus Christ. イエス・キリストはご自身とてもシステマチックにまた戦略的に緻密に計画をされたお方です。マタイの福音書の10章を見ると12の弟子を派遣しています。ルカの10章を見るとイエスは72人の弟子を派遣しています。どこにでしょう。それはイエスがこれから行こうとされている意図されている場所に2人ずつ弟子を派遣していることが分かります。それはただ主よ今日はどこに行かれるでしょうかと行き当たりばったり的なことではなくて、イエス様がもう意図を持ってそこに行かなければいけない、そこに失われた魂がいるからというその場所をあらかじめきちっと見ておられて、そこに意図的に2人ずつ派遣されていったのです。In order to fulfill the God's vision in our area, we should make a local coverage plan. Which are the villages and town and city, especially which are the block and which are the apartment have a no house church, no worker, no missionary working among them. That's the place we mark it. This is where we're going. This is where we are sending our believers. We got to know where to go, where to send the believers through the survey. Find out the lost people.And that's where we're going. ですが私たちはこのローカルプラン、自分の地元の計画といいましょうか、自分たちの地域のプランを立てるときにどこに失われた人がいるのか、誰もやろうとしてない、教会もない、信者もいない、家の教会も家庭習慣もない、そういうところをよく調査しながら自分たちがどこに出ていくべきなのかということを計画と同時に、実行に移せていかなければいけません。そのようにして私たちのまずローカルの部分で福音が満たされていくということを始めていきましょう。So let's make a short-term plan to cover our own local area by serving where is no church, where is no believer. Those are places marked in our map. That's where we are going. That's where we are sending our believers in next 3 months because it's a Christmas season, right? In December especially.And January, New Year, go bless those people. Go to the place where there's no pastor, no missionary, no church. Through the survey, identify those villages and make a plan to go, make a plan to send your believers. 短期計画という時に大体3ヶ月ぐらいのことを計画しているようですが、例えばその地図を広げてここに教会がない、誰も救われている人がいない、家庭集会もどこの教会もやろうとしてないということをまずそれをよく調査し見極めてここに行こうというふうに決めたらそれを実際に行動に移していくのです。そのようにして自分たちのローカルの計画を、地図などを広げて調査を持って始めてください。I know when I served the military 3 years, I was assigned to the one rural area.And there was one church, Methodist church. I'm a Presbyterian, but I serve the Methodist church because it's Jesus' church, right? It's not a Methodist who owned that church. Jesus owned the church. So I serve the church, but we mapped out the villages have no believers. And went to all those villages, started sharing gospel. Every household, beaten by the dog, chased by the people, get out of our village, threw the water on us. Yet we faithfully share the gospel. Now,Every village have right now cell groups, small house church in that area. 私が韓国ですので軍隊の兵役をついていた3年間のことですけれども、それ私はとてもそのカントリー田舎の方の地方に派遣されてそこで軍隊の兵役についておりました。そこにはメソディスト教会しかありませんで、私はもともとは長老教会の背景だったんですが、教会はイエスの教会ですからそこに従順にお仕えしておりました。その、メソディスト教会はその教会の周りのその町々村々に教会やクリスチャンがいないところを調査してそこに本当によく訪問伝道し、そしてその宣教活動をしていました。今ではその町々村々に家の教会やハウスチャーチ、セルグループのようなものが小さなスモールグループがそこに点在するようになっております。In India, 640,000 villages there, and the 400,000 villages have no church. インドでは64万の、その町々村があるんですけれども、そのうちの40万
村に教会がないということになっております。400 no church. Yes, no churches. 40 So 万の we 教会に mapped 教会がありま out す。 for the whole India where are the people groups, languages have no churches, state by state, and also mapped out the towns and cities have no churches. And then we start giving to the church, okay, you cover this village have no church, you are responsible. So systematically, intentionally, we are covering all the village have no church in India. What about you? What are you doing? インドのことですけれども、このようなブックを作って、この調査を作って、インドのその村に教会がない村はどこなのか、またどこの村が少ないのか、こういうきちっとした緻密なデータが一冊になっています。そしてそのエリアごとにそのエリアの先生にこれを渡して、これはあなたの責任ですと言って、そのとてもシステマチックに、この神のご計画を実行に移す働きをインドでしております。I already learned that this church they already made a plan to start a church where there is no church. So pastor knew exactly where there is no church, where is a church. That's why he made a plan to start a church in those villages have no church. As a pastor, we must know in our area which are the villages have a church, which are villages have a believers, which are the villages have a house church or local churches. If not, they don't have, that means that's where we plan to go. That's where we are sending our believers to go and share the gospel, make a disciple, start a house church everywhere. Then Japan will be covered with the glory of knowledge of God and with the glory of God with the churches. この教会に来てからも私は実は学んでいることがあります。それはこの教会も明確に、このカズモという詩に対して教会開拓をしようと決めておられるようです。それは牧師先生がカズモには教会がないということをもう明確にご存知で、そこにだから教会として教会開拓をしようと決めておりました。そのようにして牧師や主の働き人、主の弟子はどこに教会が福音が届いていないのか、どこが私たちが行くべき地なのかということを明確につかみ、そして一人一人派遣したり、自分が行ったり、そういうふうにして宣教が広がっていくということを持っていなければいけません。If you already have it, make a plan and carry out intentionally, systematically. If you don't have the coverage plan, then please make your own plan by doing the survey and research. Identify the village and town have no churches, and the intentional plan to send your believers to go as you go. そしてもし皆さんがこういうカバレッジ計画、どこに行くかということを計画も立てたことがないのでしたら、まず調査をすることからお勧めします。自分たちはどこに行くべきなのか、それは自分たちが行きたいところではなく、教会がない、誰もやろうとしてない、福音を待ち望んでいる人々がいる、そういうところにきちっとフォーカスを合わせて、そしてこの村をターゲットしろったらそこに派遣する、私が行く、そういうふうにしてこの教会として、そこに働きを始めていく計画からスタートしてください。Usually long-term plan is your lifetime plan. Short-term plan is at least 1 year. So you can divide by month. At least 1 year, how many villages we will go. In 1 year, how many apart block we will cover. 1 year, which block of our city will cover. You can make a plan according to your capacity. Don't make a big plan and fail. Rather make a plan which is feasible, which is practical, which is possible. With God's help, you can do more. Make a faith goal. Little bit more than what you can do. And trust in God and go and do it. この、長期計画というのはライフタイム計画、一生涯の計画ですが、短期計画といったら大体1年ぐらいの期間を想定します。その中で 1ヶ月ごとにその区分けをして自分たちができることを計画を立てていきましょう。それは何かこの漠然としたり、あるいはできもしないような大風呂敷を広げる必要もありません。皆様のキャパシティ、療養に合わせて自分たちが月に何軒訪問するのか、どのようにそのアパートメントやマンションやそういうところにこの宣教していくのかということを具体的に計画をして1ヶ月単位にその成果をきちっとこの評価していくような、そういう類の1年の短期計画をしていく。そうしたらそれは私が考えたよりも多くのことをするようになると思います。神様、イエス様が言ったように、あなた方多く私以上のことをするよと言われたように、
私たちがそういうふうに歩み始めたときにそれ以上のことをするようになると思いますけれども、最初から何かもう1ヶ月で全部を訪問するとかね、そういうようなことを立てる必要もありません。Next 4 months, our denomination in India, we made a plan to cover 75,000 villages and 4 million families. 私のインドの、私も教団に所属しているんですけれども、私たちの4ヶ月の計画は、全員で7万5千村に訪問する。そして4ミリオン、400万人の人々。Because we have 526 local churches and we have 1,700 the village churches. And then we have 17,000 house churches. So we are very capable of doing it. なぜそういうことを言うかと、私の教団では先ほど言って7万5千村を訪問し400万人に福音を伝えるというのはこれ4ヶ月の計画なんですけども、なぜそういうことができるかというと、働き人がたくさんいるからなんです。教会は、1万7000教会あって、そのコンタクトしている村は7万村ぐらいあるので、そういうことが教養量として、できる、その分母がたくさんあるからそういうことができるわけなんですが、最初からそうではなかったんですけど。But you can make your own coverage plan, short-term plan with your own capacity, your own number of believers. 皆さんの教会のメンバー、皆さんの教会の予算、皆さんの教会の許容量、キャパシティに応じて計画を立てやり始めるということが大事になります。And then obey and go and send your believers, just like Jesus Christ did it. そして行き、そして弟子を派遣していくということを始めてみましょう。Alright, I will just stop here. Do you have any questions? じゃあここでちょっと閉じて、皆さんの中から質問やコメントや、何かございましたらちょっとお受けしたいと思います。I'm curious that the large number you mentioned that like 75,000 people is kind of overwhelming us. But please a little bit share about your beginning stage. How do you start as a beginning stage? The beginning stages, I was coordinating the Jesus film for distributing Jesus film for the Asia and Latin America. So we used to run 1,600 Jesus film teams in India. So we have a potential partners and workers throughout India. So we are equipping them with the vision, help them to make a short-term plan like a 4 months and 1 year. And we mobilize every local churches and body of Christ, whoever willing to join us, we're doing it together. So this year alone, our goal is 6 million families, not individual. Go door to door, share God, 6 million families. 2 million already we covered. 4 million we are doing it in next 4 months. 私のその働きの初期の頃はジーザスフィルムという、イエスのビデオがありますよね。ああいう働きをしていました。それに、70人ぐらい働き人がいたんでしょうか。そしてインドのパートナー協会がありまして、そういうふうにしてそういうことに共鳴する働き人と一緒に、そういうことをし始めていきました。それにして意図的にその4ヶ月計画を立てて、訪問していくということを始めました。今ではその中から、100万人ぐらいの人々に、届くようになったということなんです。Beside our own denominations, we are mobilizing all the churches partners together to accomplish God's vision. 私たちの、教団だけじゃなくて、インドの他のパートナーの教会たちにもこのようなことを分かち合い、その励ましながら、動員をしております。じゃあ皆さんご質問とか。Alright, I think it's everything clear that we have a No, we need a time to reflect and then comes up my mind with the questions. So please wait a little bit more. Usually after 1 hour later, you will have an inspiration or question. You can come back. Right now, you'll have a coffee and tea break, right? Yeah. Maybe? Right now? Okay. それじゃあ、ちょっとまずたくさん聞いたので、3時半まで、ちょっと休憩して、その間に質問とかね、また湧き上がってくるかもしれません。またちょっとインドに、このアン先生の働きの中でインドに行かれた方がある先生がちょっと手を挙げていただいていいですか。はい、後ろの方にね、
正俊先生とか大北先生もいらっしゃいますので、直接英語ができなくて先生に直接質問しにくいけど、実際どうなのとかっていうのは日本人の視点で見た方も3人ぐらいこの部屋におりますので、私もそうです。もし何か聞きたいことあったら、その3人の先生にも聞いていただいてもいいですし、今日の5時からの時間にも、先生お二人方話していただく時間もあるので、その時に、まとめて質問をしていただいてもいいんですが、今は、神様の大きなビジョンと自分たちが現場でどういう計画を立てるかということまでここで話し合っていました。じゃあ、3時半まで休憩、お茶の準備がちょっと村岡先生あるんです。それありがとうございます。ご好意でお茶の準備もしてくださってまして、ちょっと外に出ていたりするのです。3時半からまたこのセッションを開始したいと思いますので、よろしくお願いします。栄光